こんにちは。前回の動画で、幽霊 PC を自作してみたんですが、盛大にオイルが漏れてしまいました。今回は、ちょっと直してみたんで、紹介します。オイルが漏れた原因を探します。電源コネクタあたりから漏れたようなのですが、わかりました。電源コネクタには、内側にもオーリングがあって、プラグを挿すことで、防水となる仕様のようです。ということで、プラグを挿してみたのですが、オーリングの径と、プラグの径が合っていないようです。ちょうど良い、オーリングを探します。ありませんでした。一晩悩んだのですが、良いアイデアがなかったので、とりあえず、動作チェックをしてみることにしました。で、一晩経ったら、懐中が規制していました。ちょっと何が起こっているのか、わかりませんが、LED テープを挿入していた、シリコンホースが、オイルで防潤して、伸びてしまったようです。LED は問題ないようです。ということで、スイッチをオン。大丈夫です。何事もなく起動してしまいました。圧倒的じゃないか、我が PC は。と、思ったのですが、圧倒的なのは、CPU の温度でした。もちろん、サーマルスロットリング付きです。見た目重視でヒートスプレッダーを外したのですが、若さゆえの過ちだったようです。悔やんでいても、仕方がないので、その他の問題点を探します。側面パネルの接着面からは、まだ漏れていないようです。電源コネクタから、オイルが漏れないぐらいまで、横にしてみました。HDMI コネクタからも、オイルが漏れてました。どこかに問題があるようです。フロント USB コネクタと、電源スイッチは問題なさそうです。CPU はコアが丸見えで、かっこいいのですが、オーバーヒートしてしまうのでは。ダメです。いずれにしても、分解する必要がありそうです。見た目は、なまらかっこいいので、どうにか完成させたいものです。とりあえず、オイルを抜きます。このオイルは導粘度が小さいので、サラサラで、ベタつきも小さいです。オイルを捨てるのはもったいないので、ウエスでろ過して、再使用します。分解していきます。シール剤をカミソリの刃で切って、側面パネルを取り外します。LED を挿入していたシリコンホースは、1.5 倍ぐらいに防潤してしまったようです。マザーボードと CPU は、オイルでテカテカですが、問題なさそうです。真犯人の電源コネクタは、よく見たら、プラグ穴の奥の方が貫通していました。リア USB コネクタは、オーリングが防潤していて、漏れる寸前だったようです。そして HDMI コネクタは、シール剤もきっちりついているし、なんで漏れたのでしょうか、わかりません。
HDMI コネクタからオイルが漏れた原因を考えていたら、底板を分離してしまいました。というのは冗談で、四隅あたりからオイルが滲んでいたので、接着し直すことにしました。四隅からオイルが漏れたのは、お風呂用のシール剤の耐油性がいまいちだったのと、底板が反っていて、隙間が大きいことが原因のようです。で、今回も修行の時間です。卓上フライス板が降ってこないかな。底板とアクリルの面を出すのに、週末が終わってしまいました。ついでに、ベンチレーション用の穴を追加します。鉄鋼用のドリルでは、ダメだったようです。木工用のドリルを買ってきました。真実に到達できたようです。タップも立てておきました。アクリルを接着します。今回は視聴者さんから教えてもらった、ワコーズの液体ガスケットにしました。隙間ができないように、慎重に塗布します。底板を慎重に乗せて、接着します。HDMI コネクタからオイルが漏れた原因がわかりました。分割できる構造だったようです。この隙間からオイルが漏れていたみたいです。ということで、ワコーズでシーリングしときます。レッツ、コンバイン。電源コネクタは、穴が貫通していたところを、ワコーズで、厚盛りにしときました。CPU はヒートスプレッダー付きにします。空割りした CPU をリキプロ化することも考えたのですが、液体金属は、漏れて通電してしまいそうなので、ソルダリングの 3400G に、交換することにしました。やっぱりヒートシンクも必要かなと思って、ノクツアを買っておきました。さすがオーストリアだ、なんともないぜ。組み付けるとこんな感じです。次に、LED テープを挿入するホースをつけます。防潤しないように、耐油性のホースを買ってきたのですが、これじゃない。囁くのよ。私のゴーストが。ここで、昔の偉い人の言葉を思い出しました。伸びるなら、伸ばして使おう。シリコンホース。ということで、シリコンホースをオイルにつけときました。防潤するので、1サイズ小さいホースにしています。やっぱり白い方が、しっくりきますね。最後に、側面パネルをワコーズで接着します。蓋をつけて完成です。闘魂注入。1、2、3。横にしてみます。
漏れてない。